帝政ロシアの社会経済状況。帝政ロシアは社会経済的に多くの問題を抱えていました。極度の貧富の差と産業化の遅れが国内の緊張を高めていたのです。農業が主体の経済と未発達な産業セクターは人口増加に対応できず、多くの人々が貧困に苦しんでいました。特に農村部では改革の遅れが社会不安を加速させていました。農土開放以降も土地の不足と劣悪な労働条件は改善されず、都市部への移住者が増加。しかし、都市では雇用が不足し、労働者階級の間での不満が高まっていました。これらの社会経済的な問題は、ロシア社会の不安定さを増し、革命への道を準備していました。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。第一次世界大戦と社会不安の高まり。第一次世界大戦はロシアの社会不安を一層高め、革命へのきっかけとなりました。戦争はロシア経済に大きな打撃を与え、食料と物資の不足を引き起こしました。戦況の悪化とともに、政府への不信感が増大していきました。戦争の長期化により、前線では多くのロシア兵が犠牲になり、国内では飢餓や物資不足が深刻化。これが社会の各層に広がる不満と絶望を生んだのです。第一次世界大戦は帝政ロシアの弱点を露呈させ、社会的不安定を極限にまで押し上げました。革命の兆候と主要人物の登場。革命の兆候は明らかであり、主要な革命家たちが次々と登場し、国民の不満を組織化し始めていました。経済的困難、政治的抑圧、戦争の長期化が相まって、社会には変革を求める声が高まっていました。この状況を背景に、レーニンやトロツキーなどの革命家たちが影響力を増していきました。レーニンはボリシェビキを率いて、急進的な改革を求めるプロパガンダを展開。トロツキーはペトログラードソビエトで活動を活発化させ、労働者と兵士の支持を集めていました。これらの動きは革命への道を着実に進めるものであり、ロシア内外の政治状況に大きな影響を与えました。2月革命と臨時政府の成立。1917年の2月革命は、ロシア帝国の崩壊を決定づけ、臨時政府の成立をもたらしました。食料不足と戦争の継続に対する国民の不満が爆発し、首都ペトログラードで大規模なストライキとデモが発生しました。これが革命へと発展し、ザーリズムの終焉を招いたのです。1917年3月、ペトログラードのデモは、軍の一部が参加する大規模な暴動に発展し、ニコライ2世は退位を余儀なくされました。その結果、臨時政府が樹立され、ロシアは新たな時代へと突入しました。2月革命と臨時政府の成立は、ロシア史上画期的な出来事であり、後の10月革命への道を準備しました。ボリシェビキの台頭と政治動向。1917年を通じて、ボリシェビキは急速に力を増し、ロシアの政治動向に決定的な影響を与えました。臨時政府の下で社会経済問題が続いたことで、ボリシェビキは全ての権力をソビエトへというスローガンで、広範な支持を集めました。彼らは、急進的な変革を求める国民の不満に訴えかけました。レーニンの帰国後、ボリシェビキは、積極的にデモやストライキを組織し、臨時政府に対する抗議活動を強化しました。彼らの影響力はペトログラードソビエトを中心に、急速に拡大しました。ボリシェビキの台頭は、ロシア革命の過程で重要な役割を果たし、政治的なパワーシフトをもたらしました。10月革命と権力の掌握。10月革命は、ボリシェビキが全権力を掌握し、ロシアに社会主義政府を樹立した画期的な事件でした。ボリシェビキは、臨時政府の不人気と効果のない政策を利用し、武力をもって政権を奪取しました。この急激な権力の掌握は、ロシアだけでなく、世界史においても大きな意味を持ちます。1917年10月、ボリシェビキは、ペトログラードで武装蜂起を起こし、臨時政府を打倒しました。この革命により、レーニンが指導する社会主義政府が成立し、ロシアはソビエト連邦の道を歩み始めました。10月革命とその結果の権力掌握は、ロシア史だけでなく、世界史においても重要な転換点となり、後の歴史の流れを大きく変えました。内戦と新政権の課題。革命後のロシアは内戦に突入し、新政権は多くの課題に直面しました。
ボリシェビキの権力掌握に反対する勢力との間で内戦が勃発し、国は混乱の極みに達しました。新政権は国内の統制を確立すると同時に、経済的な再建を進めなければなりませんでした。内戦では、赤軍ボリシェビキと白軍反革命勢力が激しい戦闘を展開しました。また、戦時共産主義政策は経済を一時的に安定させることに成功しましたが、長期的な解決策とはなりませんでした。内戦と新政権の課題は、ロシアの歴史だけでなく、その後の社会主義政策の方向性にも大きな影響を与えました。コミンテルンと世界革命の展望。コミンテルンの創設は、世界革命を目指す新政権の野望を象徴しており、世界各国の左翼運動に大きな影響を与えました。ロシア革命の成功に触発され、ソビエト政府は国際共産主義運動を推進し、世界各国の革命化を支援しました。コミンテルンはその中核となり、世界的な革命運動の指導と統括を行いました。1920年代から1930年代にかけて、コミンテルンはヨーロッパ、アジア、アメリカの共産党を支援し、世界革命を促進しようとしました。これにより、多くの国で社会主義運動が活発化しました。コミンテルンと世界革命の展望は、20世紀の世界史において重要な動きであり、国際政治におけるイデオロギー対立の基礎を形成しました。20世紀の国際政治への影響。ロシア革命は20世紀の国際政治に深遠な影響を及ぼし、東西冷戦の原因の一つとなりました。ソビエト連邦の成立と共産主義の拡大は、西側諸国とのイデオロギー的な対立を生み出し、第二次世界大戦後の冷戦へとつながりました。世界は資本主義と共産主義の二大陣営に分かれることになります。ソビエト連邦は東ヨーロッパに影響力を拡大し、衛星国を形成しました。これに対してアメリカや西ヨーロッパ諸国は NATO を結成し対抗しました。ロシア革命は20世紀の国際政治の構造を形成する上で決定的な役割を果たし、世界史において極めて重要な事件となりました。芸術と文学における革命の波。ロシア革命は芸術と文学においても大きな波を引き起こし、新たな表現形式と思想が生まれました。革命の理念と社会主義の思想は芸術家と作家に大きな影響を与え、彼らは社会変革をテーマにした作品を生み出しました。プロパガンダの一環としても芸術と文学は積極的に利用されました。構成主義や社会主義リアリズムはこの時期に発展し、マヤコフスキーやエーゼンシュテインなどの芸術家が革命的な作品を創出しました。これらの作品は新しい政治体制の理念を反映していました。革命によって引き起こされた文化的な変革はロシアだけでなく世界の芸術と文学に長期的な影響を与えました。教育と科学の発展。ロシア革命後、教育と科学の分野は国家の積極的な支援を受けて大きく発展しました。ソビエト政府は教育の普及と科学的研究の強化を重要視し、全国的な教育改革と科学研究機関の拡張を行いました。これはより公正で知識に基づく社会を構築する目的がありました。大衆教育の普及により識字率は飛躍的に向上し、多くの大学や研究所が設立されました。特に物理学、数学、宇宙科学などの分野では世界的に認められる成果を上げることに成功しました。革命によって推進された教育と科学の発展はソビエト連邦の国力を高める重要な要因となりました。女性と労働者の地位の変化。ロシア革命は女性と労働者の社会的地位に顕著な変化をもたらしました。革命とともに女性の権利拡大と労働者の権利保護が重要な政策として掲げられました。労働法の改善、教育へのアクセス、女性の投票権獲得など多くの進歩が見られました。ソビエト連邦では女性に平等な教育と職業の機会が提供され、労働者は労働条件の改善と社会保障の充実を享受しました。これは革命前と比較して大きな前進でした。女性と労働者の地位の向上はロシア革命が社会全体にもたらした肯定的な変化の一例であり、これは後のソビエト社会の基盤となりました。革命と現代ロシアのアイデンティティ。ロシア革命は現代ロシアのアイデンティティ形成において重要な役割を果たし、
その影響は今日まで続いています。革命はロシアの政治体制、社会構造、そして国民の意識に深い影響を与え、ソビエト連邦時代を経て現代のロシア連邦に至るまでその遺産が色濃く残っています。ソビエト時代の政策、価値観、国際関係は革命の理念に深く根ざしており、現代ロシアの政治的社会的基盤にもそれが見て取れます。例えば強力な中央集権体制や国家主導の経済モデルは革命の影響を反映しています。ロシア革命は現代ロシアのアイデンティティ、国家の発展に不可欠な要素として位置づけられ、その歴史的意義は計り知れないものがあります。冷戦とロシア革命の遺産。ロシア革命は冷戦の原因となるイデオロギー的な対立を生み出し、その遺産は今なお世界の政治に影響を与えています。革命によって樹立された社会主義体制は西側諸国との間に深い溝を作り、第二次世界大戦後の東西冷戦の主要な要因となりました。ソビエト連邦の崩壊後も冷戦時代の対立は多くの地域で残り、東欧諸国の政治体制や NATO とロシアの関係においてその影響が見られます。ロシア革命とその後の冷戦の歴史は現代世界の国際政治における多くの問題の理解において重要な背景となっています。21世紀の世界秩序における革命の教訓。ロシア革命の教訓は21世紀の世界秩序を理解する上で非常に重要であり、現代の多くの国際的な対立や協力の根底に影響を与えています。革命とその後の歴史は国家間のイデオロギー対立、地政学的戦略、国内政治のダイナミクスを理解するための鍵となり、現代の国際関係においてもその影響が顕著です。新興国の台頭、民族主義の高まり、国際経済の変動など、現代の国際政治の多くの現象は、革命がもたらした国際体系の変化と連続性を反映しています。また、革命を通じて生まれた国際法や協力体制の枠組みは、今日の国際社会の基盤となっています。ロシア革命の教訓は、21世紀の複雑な国際秩序を理解し、未来に向けて持続可能な協力と発展の道を探るために貴重な洞察を提供しています。